ごめんなさい。玄関のドアを開けると、そこにいとこの優香が立っていて、私の顔を見ると、いきなりその場で土下座してきた。何？私、春彦さんの子供を妊娠しちゃった。そう言って顔を上げた優香は、私を見て、にたーっと笑った。なるほど。私はそんな優香を冷めた目で見下ろす。この子は本当に変わってないな、とため息をついた。私は島崎瞳、33歳の兼業主婦である。夫は私の勤める会社の取引先で働いていた。打ち合わせに出向いた時に案内してくれたのがきっかけで話すようになった。いろいろあって結婚する時には私の両親は難色を示したが、どうにか無事に結婚式も挙げた。現在は9歳の長女、まゆと7歳の次女、リリとの4人家族である。私には昔からちょっと苦手ないとこがいた。名前は優香。私より4歳下なのだが、物心ついた頃から何かと私を馬鹿にしていたという記憶しかない。ひとみちゃんの目ってどうしてそんなに小さいの？優香の半分くらいだね。親戚が集まった時に5歳の優香に大きな声でそう言われた。当時私は小学校3年生。すごく嫌だったが、小さな子供って疑問に思ったことはすぐに口に出すからしょうがないわよね。などと言って、周りの大人も笑っていた。でも、私にはわざと嫌なことを言っているとしか思えなかった。確かに優香は生まれた時から可愛い顔をしていた。母に連れられて生まれたばかりのその赤ちゃんを見に行った時、まだ4歳だった私でさえこんな可愛い赤ちゃんっているのかって思ったほどだ。色が白くて髪はまだ少なかったが少しウェーブがかかった茶色っぽい色で、なんだかぬいぐるみみたいだと思ってワクワクした。ママ、赤ちゃんかわいいね。その時は心の底からそう思った。パッチリとした二重まぶたが開き、成長していくと、その可愛らしさはさらに増した。お人形さんみたいと、周りのみんなも口を揃えて言ったし、私もそう思った。でも、可愛かったのはおしゃべりを覚えるまでだった。周りからいつも可愛い可愛いとちやほやされて育った優香は自分でもそれを分かっていて、いつもどこか私を見下すような目で見ていた。確かに私は優香のように特別可愛い見た目は持っていない。優香は母の妹である叔母の娘で、母と叔母は仲が良く、お互いの家をよく行き来したり、子連れでファミレスに行ったりとかもしたから、優香とも顔を合わせる機会が多かった。優香はとても要領のいい子で、大人がいる時にはいつもニコニコして可愛い子を演じていた。そうすることで、周りにさらに可愛いと言われることを自然に身につけていたのだ。でも、母たちの見えないところでは、チクチクと嫌なことを言われた。ひとみちゃんって、どうしてそんなお顔してるの？お外歩くの恥ずかしくない？全然？嘘。すごい。尊敬しちゃう。私なら絶対に無理。小学校に入った頃には、楽しそうに笑いながらそんなことを言った。でも、優香ちゃんが嫌いだから一緒に出かけたくないというのは、なんだか負けたみたいな気がして言いたくなかったので、いつも平然を装っていた。でもそれが、私が中学に入った時に少し変化した。母が私の中学の
入学祝いに新しい服を買ってくれると言って、いつものように4人で出かけた。優香と一緒に行くのは正直気が進まなかったが、それでも洋服を買ってもらえるのは嬉しくて、ちょっとウキウキしていた。その洋服を選んでいる時だった。母が手にしたのは、ちょっと可愛めの服。それを見たおばが、くすっと笑った。姉さん、それはさすがに可愛すぎない？うちの優香じゃないんだから、ひとみちゃんにはね。多分、悪気があって言ったわけじゃないだろう。実際その服は、私の好みでもなかったし、私に似合うとも、私自身思わなかった。でも、おばのその言葉に、母はちょっとムッとした顔つきになった。ちょっと？それどういう意味よ？うちの瞳が可愛くないって言いたいの？そういう意味じゃないわよ。ひとみちゃんはひとみちゃんで、それなりに可愛いと思っているよ。私にとっては可愛い姪っ子だし。でもさ、客観的に見たら、何？客観的に見たらどうだって言うの？やだ、姉さんたらそんな向きにならないでよ。私はただ、ひとみちゃんにはひとみちゃんに似合う、もっと素朴っていうか、清楚な服がいいって思って言ってるだけよ。なんなのそれ。うちの瞳の顔が素朴だって言ってるの？だから、そういうこと言ってないって。おばは取り繕っていたが、言葉の端々に、優香の方が可愛いのは歴然たる事実なのに、という心の内が見え隠れしていた。前々から時々そういう感じはあったが、母も聞き流しているところがあったのだと思う。変に揉めたくない。今の姉妹仲を壊したくないという思いもあったのだろう。でも、それが積もり積もって、とうとう我慢ができなくなって言い返してしまったのだと思う。私はちょっと嬉しかった。それから母とおばはなんとなくギクシャクするようになって、だんだんと4人で会うこともなくなった。完全に縁が切れたというわけではなく、母とおばはそれでもたまには連絡を取っていたようだが、前のように頻繁に会うということはなかったようだ。優香の言葉はできるだけ無視するようにしていたが、それでも心にぐさぐさと刺さってくることはあったから、もうあの言葉を聞かなくて済むと思ったら、正直ほっとした。それから、優香と会うのは、法事や何かの親戚の集まりくらいで、年に何回も会うわけではなかったが、見るたびに、優香はどんどんと派手になっていた。優香ちゃんは相変わらず綺麗ね。何を着ても似合うし、モデルさんみたいね。やだ、もう。そんな本当のこと言っちゃって。などと褒められ慣れしている優香は、全く否定しないが、それでも許される。顔が可愛いって、本当に得なんだな、と、そんな優香を見るたびに、私は思っていた。華やかな優香に比べると、地味な私はいつも優香の陰で目立たない存在だった。でもその分、勉強は頑張った。国立大に一発合格した時は、親戚がこぞってお祝いしてくれ、その時ばかりは、優香ではなく私が主役になれた。なんだか、やっと自分が認められた気がして嬉しかったものだ。私が大学に受かった頃から、親戚が集まることも減っていって、優香とも会う機会もほとんどなくなった。優香はそれから、私立の高校、大学に進学したと聞いた。私は大学卒業後、大手の外資系商社に就職して、営業企画課に所属。その頃には、仕事が楽しくて、優香のことなど、私の頭の中からはすっかり消えていた。そうしたらそんな中で、
優香が結婚したと聞かされた。大学在学中に留学して、向こうで知り合った外国人とそのまま結婚したというのだ。結婚式は向こうで、友達とパーティーをしたと、おば夫婦には事後報告だったようで、おばはかなり怒っていたそうだ。わがままな子だったからね。と言って、母は笑っていた。それっきり、優香は大学も中退してしまって、ほとんど帰ってこなかった。その間に私も結婚したが、特に優香には報告していない。夫は社交的で、私が営業で会社を訪れた時も、いつも丁寧に接してくれ、好感が持てた。それにかなりのイケメン。優香の影響かもしれないが、見た目の良さにはほとんど興味がないというか、どちらかというと少し敬遠するところが私にはあった。そんな私でも初めて会った時にはちょっとドキッとしたくらいだ。だから交際を申し込まれた時には信じられない思いもあり、結婚に至った時は私自身驚きでもあった。結婚式はごく内輪で、お互いの両親とごく親しい友人のみ、親戚も呼んでいない。夫も会社の人たちをたくさん呼んで、みたいなのはあまり気が進まないと言ったし、私ももともと派手なことは嫌いなので、それで十分だった。仕事は続けていたが、私なりに家事も一生懸命にやっていた。私が結婚して数年が過ぎた時に、優香が離婚して帰ってくるという話を母から聞かされた。と言っても、今更関わることもないと思っていたのだが、帰ってくるなり、優香が家にやってきた。やっほー、ひとみちゃん、お久しぶり。優香ちゃん？ド派手なショッキングピンクのジャケットに金髪の髪。以前よりさらに派手になっている。パッと見た目は外国人にさえ見えるが、その格好がまた随分と似合っている。なかなかのインパクトだ。ひとみちゃん、結婚したんだって？私全然聞いてなかったからびっくりしたよ。その顔でも結婚できたんだって。どうやら中身はそのままのようだ。と思っていたら、家の奥から娘たちが出てきた。え？お母さんの知り合い？すっごい美人。外国人？ほんとだ。モデルさん？娘たちは目をキラキラさせている。あら、ずいぶんと素直な子供たちね。ひとみちゃんの子供だとは思えない。お姉さんはね、お母さんのいとこなんだよ。この間、アメリカから帰ってきたの。すごい、お話聞きたい。そうよね。じゃあ、お邪魔しますね。ちょっと。私が止める間もなく、優香は娘たちに手を引かれるようにして、ずかずかと中に上がり込んでいった。思わず大きなため息が出た。娘たちと一緒にリビングに入りかけた優香の足が止まった。今日は休日だから、リビングには夫もいる。うっそ。何？ねえ、こちらひとみちゃんの旦那さんなの？夫は突然現れた派手な優香に、少し目を丸くしていたが、すぐににこやかになって優香に向き直る。はじめまして、ひとみのお友達ですか？それがね、パパ、お母さんのいとこなんだって。アメリカから帰ってきたんだって。そうなんですか？あなたのようないとこがいるって全然知りませんでした。せっかくですからゆっくりしていってくださいね。めっちゃイケメンじゃん。本当にひとみちゃんの旦那なの？などと言いながら、優香はすぐに夫の横に回り込んで座る。そのまま夫と話し込んだと思ったら、ひとみちゃん、私喉乾いちゃった。久しぶりの再会なんだから、シャンパンでも持ってきてよ。などと
声高らかに言い放ち、夫もそれに同意する。なんだか気が合うようだ。夫も本当は優香のような派手な子がタイプだったのかもしれないと、ふと思った。あれから半年、今目の前で優香が私に土下座している。そういう予感がなかったといえば嘘になるが、夫の子供を妊娠したって本当なの？だって仕方ないよ。どう見たってひとみちゃんより私の方が春彦さんとお似合いなんだもん。でさ、ついでにこの家も私にちょうだい。は？だってさ、ここって春彦さんのでしょ？妻になる人が住むのが普通だよね。当たり前のように言う優香。未だに何でも自分の思い通りになると思っているんだ。でも、それならそれでいい。望みを叶えてあげよう。私もそろそろ潮時かなって思っていた。というより、願ったり叶ったりだ。オッケー。じゃあついでに、娘たちもお願いね。何言ってるの？娘はいらないよ。私にはこの子たちがいるんだから、あの子はひとみちゃんが引き取ってよね。と言いながら、優香は自分のお腹を撫でる。そう言われても困る。私も他人の子を引き取る言われはない。無理。だってあの子たち、私が産んだわけじゃないんで。嫌だなぁ。考えればわかるじゃない。私が夫と結婚したのは5年前。子供たちは9歳と7歳なのよ。私の子のはずないでしょ？どういうこと？あの子たちは夫の連れ子なの。本当に手を焼いていたの。そういえば、あの子たちって、優香と性格そっくりだわ。きっと気が合うと思うわよ。ぜひ、仲良くしてやってね。私は無理だったけど。私がにっこり笑ってあげたら、優香は目をパチクリしている。今まで優香には散々嫌な思いをさせられてきたが、ここに来て初めていいことしてくれた、なんて思ってしまった。5年前、私と夫が結婚した時は、娘たちは2歳と4歳、初めて会った時は、おとなしい感じの子供たちで、きっと大丈夫だと思った。ただ、義母はなんとなくよそよそしかった。私が2人の子供の母親になれるのだろうかと心配しているのかなと、その時の私は思った。前妻は男を作り、子供を捨てて出て行ったそうだ。当時はまだ義母がいて、子供たちの面倒はその義母がほとんど見ているようではあったが、夫は子供たちのために営業から定時に上がれる総務に移動したのだと言っていた。結婚が決まった時、2人の子供たちと早く仲良くなるためにも、家に入って専業主婦をした方がいいのではないかと夫に提案した。でも夫は、せっかく頑張っている仕事を辞めるのはもったいない。子供たちは義母が見てくれているから私は仕事を続けていいと言ってくれた。内心嬉しかった。会社でもいろいろ認められ、大きな企画も任されるようになってきていたところだったから、心の奥では仕事を辞めたくないと思っていたのだ。夫は私の気持ちもちゃんと理解してくれているんだと思った。残業で遅くなっても嫌な顔もせず、休日出勤の日も夫は心よく送り出してくれたが、子供たちとはあまり仲良くなれなかった。そして2年前に義母が亡くなった。長女は小学校1年生、次女は幼稚園の年中さんだった。長女は本当にしっかりした子で、私のことも一応お母さんとは呼んでくれているのだが、懐いているとは言い難かった。というか、はっきり言って好かれていない。私と一緒に出かけるのは思いっきり嫌がるし、家の中でもほとんど口を聞かない。私が半休の日、
朝、次女を幼稚園に送って行こうとしたら、長女に思いっきり止められた。お母さんは言っちゃダメ。どうして？まゆとリリのパパはかっこいいんだよ。なのにお母さんがブサイクって知られたら恥ずかしいんだから。などと面と向かって言われた。私はその長女の顔が優香と重なって見えた。その時は長女もハッとして言ってしまったみたいな顔をしたが、そこからは開き直ったかのように、普通にそんな言葉を吐くようになった。学校には来ないでね。あんたみたいなブスがお母さんって思われたら嫌だから、来るのはパパだけでいいから。などと、ニコニコ笑って言う姿は、優香にそっくりだ。長女がそんなだから、次女も長女の真似をして、同じように言う。もう可愛いなんて、全く思えない。夫に相談するも、まだ子供なんだからというだけで注意もしてくれない。そんな時、私は夫と娘たちの会話を聞いてしまったのだ。その日は残業のはずだったが、予定より早く終わって帰った。玄関を開けると、夫と娘たちの笑い声が聞こえてきて、私が中に入ったことも気づいていない様子。そのままリビングの扉に手をかけた時に長女が、でも、パパはなんであんなブサイクなおばさんと結婚したの？どうせ結婚するならもっと美人にすればよかったのに。私、あのおばさんをお母さんって呼ぶの、本当は嫌なんだけど。だって瞳は稼ぎがいいんだ。パパより給料がいいんだぞ。お前たちだっていい服着て美味しいものを食べたいだろ？そのためにはお金が必要なんだから。だから、お金を持って帰ってきてくれるおばさんだと思えばいいんだよ。お母さんっていうのは、名前だと思って呼べばいい。それにいないと、お前たちが掃除や洗濯をしないといけないんだぞ。じゃあ、お手伝いさんって思えばいいんだ。その言葉を聞いて、私はそっと家を出た。夫が私と結婚したのは、私が大手商社に勤めていて、給料が良かったからなのか。だから夫は、私に仕事を辞めなくていいと言ったのか。働きたいという願望を持っていた私を、思って言ってくれたのではなく、私の稼ぎを当てにしていただけだったのか。そう思うと、悔しくて涙が出た。両親が子持ちの人と結婚することに難色を示していたのに、大丈夫だからと説き伏せてまで結婚した。あの時の私を悔やむばかりだ。もうこんなところにはいられない。そう思ったが、このまま黙って離婚するのも悔しすぎる。そして夫のことを調査会社にいろいろ調べてもらった。そうしたら私の知らないいろんなことが分かった。そしてその矢先に優香が現れたのだ。やってきた時の優香のあの様子を見ていて、これはと思っていたら案の定だった。あ、そうだ。もう一つ言っておくことがあるわ。何よ。この家ってまだローン残っているのよ。あの人の低い給料じゃ大変でしょうね。マジ？ということで、せっかく来てくれたんだから、私このまま出ていくね。え？実はもういつでも出ていけるように荷物まとめてあったんだ。そろそろ優香ちゃんが来るかなって思って。もしかして知っていたの？私と春彦さんのこと。うん、とっくにね。おかげで慰謝料までもらえる。ありがとう。じゃあ、あの子たちよろしくね。すっごくわがままで自己中だけど、優香なら大丈夫よ。似た者同士だから。そう言うと私は、クローゼットにまとめてあった荷物を持って家を出た。ちょっと待って。本当に子供たち置いていくの？もちろん。そのまま私は振り返らずに実家に戻った。実家にはすでに離婚する旨は伝えてあった。父には、ほら見ろ、
なんだか外面だけ良さそうな男だと思ったんだ、などと言われてしまったが、返す言葉もない。夫を調べて分かったのだが、前の離婚は前妻の浮気だと言っていたが、実は夫の浮気だったのだ。しかも、子供は二人とも前妻の子供でもないらしい。だから子供を置いて行ったのだ。長女は、夫がまだ独身時代に既婚者と関係を持ってできた子供。浮気がバレた相手の女性は、離婚されて家を追い出されたそうだが、その子供を夫の家に置いていなくなった。夫は女性のご主人から当然慰謝料を請求された。次女は結婚してからできた子だが、これも夫が浮気してよそで作った子供。その相手の女性は子供を産んですぐに亡くなったとかで、ある日、その子供を連れて帰ってきた夫に激怒して、前妻は出て行ったということだ。もちろんこちらも慰謝料を請求された。優香が来た時には、もう夫がどういう男か分かっていたから、優香の誘惑に乗ることは簡単に想像できた。2回の慰謝料請求で、夫には全くお金がない。おまけに、事務職に移ったのは営業時代。取引先の女性とトラブルになったことが原因で、降格になったからだ。結婚するときに、義母が何か言いたげな顔をしていたのは、きっとこのことだったのだろう。夫に口止めされていたのか、それとも、子供たちのためを思って言えなかったのかは、今となってはわからないが、実家に帰ったその夜、すぐに夫から電話がかかってきた。なんで出て行ったんだよ。なんでって当然でしょ？私のいとことできちゃうなんて、しかも子供まで？どれだけ節操がないのよ。あれは、優香に誘惑されたんだ。俺が悪いんじゃない。それにただの遊びだ。俺は離婚する気なんてない。それって私が ATM だから？そりゃ困るでしょうね。家のローンはあるし、わがままで贅沢な娘はいるし、これまでの慰謝料の支払いで貯金はゼロだし。なんでそれを。おまけにまた母親の違う子供ができるなんて大変そうね。と言っても、私には全然関係ないからもうどうでもいいけどね。でも私も慰謝料は請求させてもらうわよ。だから俺は。あなたも知っているでしょ？不貞行為を働いたら、離婚は確実に認められるってこと。なんと言っても経験済みなんだから。私の言葉に夫は口ごもる。でも優香とはお似合いかもね。優香も浮気が原因で離婚したみたいで、慰謝料請求されているんだって。それに合わせて、今回のことで、おばさんたちにももう見限られちゃって、追い出されたみたいだから、よろしくね。嘘だろ？そんな話は聞いてない。ほんと、都合の悪いことは言わないっていう、お似合いのカップルだわ。それじゃあね。後のことは弁護士を通すから。待ってくれ。お前がいなくなって慰謝料まで請求されたら、生活なんてできない。知るか、そんなこと。と言い捨てて電話を切った。その後、離婚は無事成立。弁護士さんのおかげで、慰謝料は一括で払ってもらえたが、どうやらまた借金をしたようだ。優香は行くところもなく、元夫の家に居座っているらしい。娘たち二人には、完全に家政婦扱いされているそうだが、家事がど下手すぎてキレられているみたいだ。しかも、元夫の給料だけでは、家のローンと借金を支払ったら、ほとんど残らない。私は当然ながら、優香にも慰謝料を請求したから、生活もままならず、優香もパートの掛け持ちをしているようだ。身重の体で、朝から晩までパートをして、家に帰ったら、わがまま娘たちにボロクソ言われて、ヘロヘロになっているらしい。おばに、
家に帰りたいと泣きついたようだが、ひとみちゃんの旦那さんに手を出すような娘を迎え入れられるわけないでしょ、と断られて大泣きしていたそうだと、母がおばから聞いて苦笑いしていた。そんな生活だから娘たちは何も買ってもらえないみたいだ。毎日粗末な食事で、家も全然片付かなくて、悲惨な生活を送っているとかで、長女から、お母さん帰ってきて、なんて電話がかかってきたが、マジで知ったことじゃないわ。私はあなたたちの母親じゃない。もうお母さんなんて呼ばないでちょうだい。赤の他人なんだから。と言ってやった。電話口で、次女ともども大泣きしていたが、無視して電話は切った。その数ヶ月後、仕事で元夫の会社に行く用事があり、元夫を見かけたのだが、別人かと思うほど痩せ細ってボロボロな感じで、女性陣には汚いものでも見るような顔をされていた。こういうのを自業自得って言うんだなとつくづくと思った。私は仕事を頑張っていたおかげで、今度課長昇進が決まった。正直結婚はもうこりごりという感じだが、仕事に対する意欲だけは向上している。これからもまっすぐに、正直に頑張っていこうと思う。